RMS179 ジム2デザートカラーバージョン。地球連邦軍が一年戦争終結後、宇宙世紀80年代後半以降に配備した主力モビルスーツ。総合性能はガンダム以上となっているものの、基本的には旧ジムのマイナーチェンジバージョンに過ぎず、グリプス戦争勃発後は力不足の感は否めず、第一次ネオジオン構想時になると退役するか、ジム3へのさらなるマイナーチェンジを行った上で運用されることとなった。機動戦士ガンダムユニコーンでは、ダカールの防衛隊及びトリントン基地防衛部隊がジオン残党の狩るモビルスーツと交戦するが、なすすべもなく撃破された。というわけで皆さんどうもお疲れ様です。フラシキです。本日は機動戦士ガンダムユニコーンに登場したジム2デザートカラーバージョンを作っていきたいと思います。2012年1月発売、プレミアムバンダイ限定で販売価格は1540円となっています。さあ、こちらのジム2どのような感じに仕上がっているのでしょうか。それでは早速内容物をチェックしていきたいと思います。内袋が1つ、2つ、3つ、そしてランナーがこのような数量となっていましたが、ジムなのでやはりランナー数は少ないですね。またカラーリングが特徴的なキットとなっています。それではランナーをチェックしていきたいと思います。まず A ランナー、こちらがジム3のランナーとなっていました。カラーリングがいいですね。そしてこちら B ランナー、こちらもジム3。そしてこちらがフレーム関係になるんですけれども、こちらはジム2のランナーとなっていました。そしてこちらもジム2のランナー、このサンドカラーですかねが特徴的なカラーリングとなっています。ディテールなんかも程よく入っていて、いい感じに仕上がっているんじゃないでしょうか。そしてビームサーベル、そしてこちらがポリキャップ、そしてマーキングシールが付属、そしてこちらがデザートカラーのホイールシール、そして説明書に関してはジム2の説明書が付属していました。カラーの見開きタイプの説明書となっています。このような感じですね。そして裏面には設定資料という感じでしょうか。このような感じとなっていました。そしてこちらジム2エウゴカラー、設定画を参考にカラー再現って書いてるんですけど、確かプレ版で出てたような気がします。そしてこちらがプレミアムバンダイの限定の方の説明書となっています。若干説明が、組み立て方法が違うというかパーツが違うみたいですね。こちらの B パーツ、通常版の代わりに入っている分がありました。こちらが元々の説明書。余剰パーツはポリキャップ部分に出るようになっています。まず胴体パーツから見ていきたいと思います。このような感じの胴体パーツとなっています。合わせ目は前後はめ合わせのため、どうしてもサイド部分に出てしまうようになっていました。そしてフロントのコックピット部分はシールで赤い色を補うような感じとなっています。そしてこの首周りは差し替えが可能となっていました。そしてバックパック、このように取り付けをして胴体部分の完成。バーニアなんかは動かないですね。そしてこの位置は取り外しできて、ビームサーベルの持ち手の部分となるようになっていました。このような感じの胴体部となっています。続いて頭部パーツですが、このような作り、前後はめ合わせのシンプルな作りとなっているので、この位置に合わせ目が出てしまいます。ディテールは程よく入っているのかなという感じでした。そしてこのカメラアイの部分ですかね、こちらのクリアパーツ1回はめると外すのが大変なので、塗装する方要注意かなと思います。続いてワン部パーツ、すべてポリキャップでの接続となっていました。このような感じで一体成形のパーツをはめ込みつつ、すべてジョイントをしていきます。シンプルな作りですね。この位置なんかしっかりと内部が見えないような作りとなっていました。そしてボールジョイントでマニピュレーターを接続。マニピュレーターは10握り手と通常の握り手が付属をしていました。そしてこの位置、合わせ目が前後に出てしまいます。上腕部は合わせ目出ないんですが、肩幅部分も合わせ目が出るような作りとなっていました。非常に角張ったいい腕をしてますね。そして脚部パーツ、このように一応分割されている箇所もありました。合わせ目が出にくい作りとなっています。そしてポリキャップで接合部分をジョイント、そしてこの太もも部分は合わせ目が出るはめ合わせのパーツ、
そしてこの付け根部分をポリキャップでジョイント。そしてこちらが足の部分になるんですが、作りとしてはこのような結構シンプルめな作りとなっていました。結構いいですね。足裏なんかも肉抜きはないようになっています。この位置に合わせ目出ますね。そしてボールジョイントで接続。これで脚部の完成。パッと見合わせ目目立たないんですよね。段落ちモールド。そしてこの太もも部分は少しサイドに合わせ目が出るんですが、結構シンプルながらスラッとしたいい足をしているような気がしますが、このかかとの部分も少し合わせ目出ます。そして腰部パーツがこのようなシンプルな作りの腰部パーツとなっています。フロントスカート、サイドスカートは稼働するんですが、リアスカートは動かないですね。このように下から見たら合わせ目が少し出てしまいます。そしてこの底の部分に付け根部分をジョイントするような形となっていました。続いて武装類。こちらがビームライフル。この持ち手の部分が少し動きますね。このような合わせ目の出るシンプルな作りのビームライフルとなっていました。そしてこちらがシンプルなビームサーベルとなっています。そしてこれがシールド。しっかり十字の部分色分けされていますね。裏面なんかもディテール程よく入っているような作りとなっていました。このように色分けされているのはいいですね。この持ち手の部分は向きを変えることによって取り付け位置を変更することができるようになっていました。こちらもポリキャップでの接続となっています。いい感じのシールド。それではパーツで揃いましたので、取り付けと可動域見ていきたいと思います。まずは下半身、脚部からこのように軸に取り付けし、このような感じ。そして腰部パーツの方に軸でポリキャップジョイントという感じとなっていました。このような下半身ですね。結構スマートなシンプルな感じの下半身となっています。そして開いた角度は結構大きく可動域ありますよね。そしてこの軸の部分が少しひねり効かすことができます。そして前後へはこの位置まで可動域。そして膝関節ですが二重で結構大きく曲がります。そして足首。ここも可動域広めですね。結構大きく開くようにできていました。左右へもこのような感じとなっています。続いて上半身。腕部はボールジョイントでの接続となっています。このような感じになりました。結構いいですね。ここも水平方向まで上げる動作、結構可動域広いです。前に出す動作もこのような感じ。結構大きいですね。この軸の部分が結構動くので可動域広めに取られていました。そして上腕部、この位置は360度回転。そして肘に関してはこのような感じで二重で曲がるので可動域広く取られています。マニピュレーターはボールジョイントのためこのような感じ。結構ポロリしやすかったです。そして頭部はボールジョイントでの接続。このような感じとなっています。左右へ振ることももちろんできますし、前後はある程度動くようになっていました。いいですね、上半身も。そして下半身とボールジョイントでの接続をしてジム、このような感じとなっています。ひねり、胴体前後、左右はほぼ動かないといった感じでしょうか。これでジム2デザートカラーバージョンの完成となります。さあ、ジム2デザートカラーバージョンの素組み完成しました。素組みなんですが、非常にやはりジムらしくシンプルな作りとなっていました。このカラーリングも相まってすっきりとした見た目となっているんじゃないでしょうか。少しポージング取らせてみたいと思います。両手持ちこのようにすることも可能となっています。結構やはりこのデザートカラーっていうんですかね、サンドカラーというか、このカラーリングジムシンプルながら似合ってますね。そしてこのようにビームサーベルを持たせることも可能となっていました。そしてビームサーベルを持たせた状態がこちら。この盾もなかなかいい味出してるような気がしますね。シールドいいですね。このような感じの脚部なんかも結構可動域広いんでいい感じにポージング決まります。さあジム2デザートカラーバージョンでしたが、素組みの状態でも結構いい感じの仕上がりとなっているんではないでしょうか。それではエンディング。今回 HG ジム2デザートカラーバージョンを素組みした感想ですが、
ジムらしくシンプルな作りながらプロポーションとカラーリングもよく出来の良いキットになっていました。少し古いキットがベースではあるんですが、極端な古臭さは感じない作りとなっています。可動域なども十分あるのでガシガシ遊ぶ方もいいんではないでしょうか。唯一といってはあれなんですが、マニピュレーターのボールジョイント接合部の保持力が少し弱い気がしましたが、個体差かもしれません。渋いカラーリングで名脇役な機体ではあるので、他のキットなどと飾ってもいいかもしれませんね。こういった空張りキットもなかなかいいものです。それでは今回はこの辺で。初めての方もいつも見てくれている方もご視聴ありがとうございました。よかったらグッドボタン、チャンネル登録などしてもらえるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。